理解説。2002年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、2002年ってどんな映画があったか覚えてる？お、2002年か。あの年は映画界にとってもかなり熱い年だったんだぜ。名作がたくさん公開されて、今でも語り継がれる作品が多いんだ。へえ、そんなに？どんな映画が人気だったの？例えば、スパイダーマンの第一作とか、ロード・オブ・ザ・リングの一作目なんかが日本で公開された年だぜ。それに、日本のアニメ映画もかなり話題になったな。アニメ映画って言うと、やっぱりジブリ作品とか？その通りだぜ。猫の恩返しが公開された年でもあるし、名探偵コナンのベイカー街の亡霊もこの年に上映されたんだ。なんか懐かしいね。でも、2002年ってどんな時代だったの？ 2002年は日韓ワールドカップが開催された年で、世界的にも注目されたんだ。それに、映画業界でも CG 技術の進化が目立ってきた時期で、映像のクオリティがどんどん上がっていったんだぜ。なるほどね。じゃあ、今回は2002年に日本で公開された映画のベスト10を紹介するの？そういうことだぜ。懐かしの名作を10位から1位までランキング形式で振り返っていくぜ。きっとレイムもあの映画見たことあるってなるはずだぜ。それは楽しみだね。早速ランキングを見ていこう。第10位。アイ、ハム、サム。アイアムサムは知的障害を持つ父親が、娘を育てるために奮闘する物語なんだ。知的障害のあるお父さんが主人公なの？それって結構難しいテーマじゃない？そうだぜ。でも、この映画はただの悲しい話じゃなくて、親子の愛情の深さを描いた感動的な作品なんだ。主人公のサム・ドーソンを演じるのはショーン・ペンだぜ。彼の演技が素晴らしくて、アカデミー賞にもノミネートされたんだ。へえ、それはすごいね。でも、ストーリーはどんな感じなの？サムは知的障害を持ってるけど、一人娘のルーシーを愛情いっぱいに育ててるんだ。だけど、ルーシーが7歳になった時、彼の知能レベルが7歳程度だってことが問題視されて、児童福祉局がルーシーを施設に預けようとするんだ。それってかなり辛い展開じゃない？サムは娘を守るためにどうするの？サムはルーシーを取り戻すために裁判を起こすんだ。でも、相手は国の機関だから簡単には勝てない。そこで、冷徹なエリート弁護士のリタ・ハリソンが彼の弁護を引き受けることになるんだ。エリート弁護士？なんかサムと正反対な感じがするね。そうなんだぜ。リタは最初、サムのことをまともに相手にしないんだけど、彼のひたむきな愛情に触れるうちに次第に考えが変わっていくんだ。彼女自身も問題を抱えていて、サムとの交流を通じて変わっていくんだよ。なるほどね。サムだけじゃなくて、リタも成長していく物語なんだね。そういうことだぜ。そしてクライマックスでは、ルーシーとサムの絆が試される大きな場面があるんだ。最終的に、家族の愛とは何か、本当に子供にとって幸せな環境はどこなのかっていう問いを観客に投げかけるんだよ。それは泣けそうな映画だね。ちなみに、この映画にはどんな見どころがあるの？まず、サムのキャラクターがビートルズの大ファンってところが面白いぜ。映画の中ではビートルズの曲がたくさん使われてるんだ。それに、ルーシーを演じたダコタ・ファニングの演技も素晴らしいぜ。この作品で一気に注目されたんだ。ビートルズの曲が使われてるんだ。それは映画の雰囲気にもぴったり合いそう。ああ、それに加えて、サムの仲間たちも見どころだぜ。彼の友人たちも知的障害を持っているけど、彼らなりにサムを支えようとするんだ。そういう友情も感動的なんだぜ。なんか、親子愛だけじゃなくて、いろんな愛の形が描かれてるんだね。すごく興味が湧いてきたよ。そうなんだぜ。アイアムサムは単なる感動映画じゃなくて、人間の本当の強さや愛の大切さを考えさせてくれる名作だぜ。まだ見てないなら、ぜひ見てほしい映画の一つだな。第9位。猫の恩返し。猫の恩返しはジブリのアニメ映画だぜ。ジブリといえば宮崎駿とか高畑勲の作品が有名だけど、この作品はちょっと違った雰囲気のファンタジー作品なんだ。へえ、ジブリの中でもちょっと変わった作品なの？そうだな。
もともと耳をすませばに登場したバロンってキャラクターが人気になって、それをスピンオフ的に発展させた映画なんだぜ。主人公は高校生の春。彼女が猫の王子を助けたことから、不思議な猫の世界に巻き込まれるっていう話だな。猫の世界？どういうこと？ある日、春は車にひかれそうになった猫を助けるんだけど、実はその猫が猫の国の王子ルーンだったんだ。それで、猫の国の王様がお礼をするって言い出して、春はなんと猫の国に招待されることになるんだぜ。助けただけなのに、猫の国に招待？なんかワクワクする展開だね。最初は春もそんなに深刻に考えてなかったんだけど、猫の国に行ったらお礼として王子と結婚して猫になれ。って言われるんだよ。助けたら結婚しろって、ちょっと強引すぎない？まあ、猫の国の王様はかなり自由な発想だからな。で、最初は戸惑ってた春だけど、だんだん本当に猫になっていっちゃうんだぜ。それって、春はもう人間に戻れなくなるんじゃ。そこで登場するのが、あのバロンだ。バロンとその仲間のムタが春を助けるために猫の国に乗り込んで、脱出作戦を繰り広げるんだ。おお、バロンってあのかっこいい猫の紳士だよね。耳をすませばに出てたよね。そうそう。バロンはただの猫じゃなくて、謎めいた雰囲気のある探偵みたいなキャラクターで、春に君は君のままでいいって勇気を与えてくれるんだよ。なんかジブリらしいメッセージが込められてるね。そうなんだぜ。結局、春は自分の力で猫の国を抜け出して、現実世界に戻ることに成功するんだ。そして最後には、ちょっと成長した自分を実感するんだよ。なるほどね。猫の王子を助けたことで、春自身も大事なことを学ぶってわけか。そういうことだぜ。猫の恩返しは、ただの冒険ファンタジーじゃなくて、自分らしく生きることの大切さを描いた作品なんだ。それに、ジブリらしい幻想的な映像美や、可愛い猫たちのキャラも魅力的だぜ。なんだか見たくなってきた。猫の国の描写とかも面白そうだし、バロンの活躍も見てみたいな。第8位、マイノリティ、リポート。マイノリティリポートはアメリカの SF 映画で、監督はスティーブン・スピルバーグ、主演はトム・クルーズだぜ。フィリップ・K. ディックの小説が原作で、未来の犯罪予知システムをめぐるサスペンスだな。スピルバーグ監督にトム・クルーズ主演？それって、めちゃくちゃ豪華じゃない？そうなんだぜ。しかも、舞台は2054年の未来。犯罪が起こる前に予知して犯人を逮捕するプリコグっていうシステムが導入されてる世界が描かれてるんだ。犯罪を予知して未然に防ぐの？それってすごいシステムじゃない？そう思うだろ？でも、そこがこの映画のポイントなんだよ。主人公のジョン・アンダートンは、このシステムを運用する警察官なんだけど、ある日突然、自分が未来に殺人を犯すと予知されてしまうんだ。でも、まだ何もしてないのに？そう、まだ何もしてないのに未来の犯罪者として追われることになるんだ。アンダートンは、こんなの間違いだ。って信じて、自分の無実を証明しようと逃亡することになるんだぜ。めちゃくちゃ緊迫した展開じゃん。彼はどうやって無実を証明するの？プリコグの予知を支えているのは、3人の予知能力者なんだ。そのうちの1人、アガサは特別な能力を持っていて、他の2人と違う別の未来を見ることができるんだよ。なるほど。だから、マイノリティリポートってタイトルなんだね。マイノリティって少数派って意味だもんね。そういうことだぜ。アンダートンはアガサの能力を使って、自分の事件の別の未来を探ることになるんだ。だけど、その過程でプリコグシステム自体に隠された秘密が明らかになっていくんだぜ。どういうこと？このシステム、実は完璧じゃなかったの？そうなんだぜ。映画を見てのお楽しみだけど、このシステムにはとんでもない欠陥があって、それを利用して悪事を働いている黒幕がいるんだよ。うわぁ、めちゃくちゃ面白そう。しかも未来が舞台ってことは、映像もすごいんでしょ？もちろんだぜ。映画では、空中に浮かぶホログラムのスクリーン、指を動かして操作する未来のコンピューター、顔認証による監視社会の描写とか、当時としては画期的な未来技術がたくさん出てくるんだ。そんな未来的な技術が出てくるなら、
今見ても楽しめそうだね。そうなんだぜ。マイノリティリポートはただのアクション映画じゃなくて、テクノロジーが進化しすぎることの危険性とか、人間の自由とは何かを考えさせられる作品なんだ。SF 好きには絶対おすすめの一本だぜ。第7位、少林サッカー。少林サッカーは香港で制作されたアクションコメディ映画だぜ。監督主演はチャウ・シンチー。カンフーとサッカーを組み合わせた、めちゃくちゃぶっ飛んだ映画なんだよ。カンフーとサッカー、そんなのどうやって成り立つの？まあ、普通に考えたらありえないよな。でも、この映画はカンフーの達人たちが、少林拳の技を活かしてサッカーで無双するっていう最高にユニークな話なんだぜ。なんかもう、設定だけで面白そうなんだけど、主人公のシンは少林拳の最後の継承者で、昔は弟子たちと一緒に武術を極めていたんだけど、少林拳はすっかり廃れてしまったんだ。ある日、元サッカー選手のファンに出会って、少林拳を広めるためにサッカーチームを作ることになるんだよ。少林拳を広めるのに、なんでサッカーなの？それは真の考え方だな。少林拳の技を日常に活かせるんじゃないかって思って、サッカーに応用しようとするんだよ。最初はみんなボロボロなんだけど、修行を重ねて超人的なプレイヤーに成長していくんだ。超人的なプレイヤーって、どんな感じなの？例えば、神は強烈なキック力を持っていて、ボールを蹴ると火を吹くぐらいの勢いで飛んでいくんだ。他のメンバーも、それぞれ少林拳の技を活かした動きをするんだぜ。それってもう普通のサッカーじゃないね。そうなんだよ。試合のシーンはもはやバトルみたいな感じで、ボールが相手選手を吹き飛ばしたり、コートが割れたりするんだぜ。最後の試合ではデビルチームっていう最強の相手と戦うんだけど、ここがまためちゃくちゃ熱いんだ。デビルチーム？それはどんなチームなの？デビルチームは、ファンの宿敵である強敵班が率いるチームで、肉体改造を施された選手たちが恐ろしいパワーで圧倒してくるんだ。反則ギリギリのプレイもバンバン使ってくるんだけど、それに対抗するシンたちのカンフーサッカーがもう最高なんだよ。それは見てみたい。試合はどうなるの？それは見てのお楽しみってことで、ラストはめちゃくちゃ盛り上がる展開だから、スカッとすること間違いなしだぜ。カンフーとサッカーの融合なんて、一見無茶苦茶だけど、すごく楽しそうな映画だね。そうなんだぜ。単なるギャグ映画じゃなくて、スポコン要素もあって、チームが団結して成長するところも見どころなんだ。何より、笑いながら熱くなれる最高のエンタメ映画だぜ。コメディでアクションもかっこいいって、完璧じゃん。これは見るしかないね。第6位、名探偵コナン、ベイカー街の亡霊。これは2002年に公開された劇場版コナンの6作目で、コナン映画の中でも特に人気が高い作品の一つだな。確か、タイトルにベイカー街ってあるけど、あのシャーロック・ホームズと関係があるの？その通りだぜ。舞台は19世紀のロンドン。ホームズが活躍した時代なんだ。映画の中では最新の仮想現実ゲーム、コクーンの中で、コナンたちがベイカー街に入り込んでホームズの時代に挑むっていう、ちょっと異色の SF ミステリーになってるんだよ。コナンの映画って普通は現実世界の事件を解決するんじゃないの？まあな。でもこの映画では、ゲームの中の世界と現実の事件がリンクしていて、コナンたちは両方の謎を解かないといけないんだぜ。なるほどね。でも、なんでそんな仮想現実のゲームの話になるの？物語の発端は、日本の大富豪広木沢田が開発した AI、ノアズアークが暴走するところから始まるんだ。コクーンっていう最新 VR システムに入った子供たちは、ゲームの中で命を懸けたサバイバルに巻き込まれちまうんだよ。ゲームなのに命がかかってるの？そうなんだぜ。ゲームの中で死んだら、現実の世界でも意識不明になっちまう。しかも、ゲームのクリア条件は参加者の誰一人としてゲームオーバーにならないことなんだ。つまり、誰かが脱落したら全員アウト。そんな無理ゲーじゃない。どうやってクリアするの？そこがコナンの見せ場だぜ。ゲームの舞台は19世紀ロンドン。コナンたちはそこでホームズの世界に入り込み、切り裂きジャックが絡む殺人事件を解決しなきゃならないんだ。切り裂きジャックって、あの未解決事件の、
そうだぜ。コナンたちは実際のロンドンの街並みを仮想空間で再現した世界で、ホームズの推理力を借りずに、独自に謎を解いて切り裂きジャックを追い詰めなきゃならないんだ。しかも、ゲームの中の住人たちは全部 AI で構成されていて、リアルな反応をするんだぜ。つまり、ゲームだけどほぼ現実みたいな世界で推理しなきゃならないってことか。そういうことだぜ。さらに、現実世界ではノアズアークが人類の未来をかけた決断をしようとしていて、それとゲームの進行がリンクしてるんだよ。なんか話が壮大すぎるんだけど。まあ、そこがこの映画のすごいところだな。普通のコナン映画はどちらかというと現実的な事件を扱うけど、ベイカー街の亡霊は SF 要素が強くて、これまでの劇場版とは一線を画すストーリーになってるんだぜ。でも、そんな大ピンチの中で、コナンはどうやって切り抜けるの？それは見てからのお楽しみだぜ。ただ、この映画のラストはコナン映画の中でもかなり印象的で、AI と人間の未来について考えさせられる展開になってるんだ。SF とミステリーが融合してるなんて、めちゃくちゃ面白そう。普通の推理物とはまた違ったスリルが味わえそうだね。第5位、サイン。サインは SF スリラー映画で、監督はエム・ナイト・シャマランだぜ。主演はメル・ギブソンで、宇宙人襲来をテーマにした作品なんだけど、単なるエイリアン映画じゃないんだ。宇宙人が出てくるの？てっきりサスペンス系の映画かと思ってたよ。まあ、確かにただの SF 映画とは違うぜ。基本的には宇宙人の襲来が描かれるんだけど、それよりも家族の絆とか信念ってテーマが強いんだよ。へえ、ただのパニックものじゃないんだね。で、どんなストーリーなの？舞台はアメリカの田舎町。主人公は元牧師のグラハム・ヘスで、ある日彼の農場に巨大なミステリーサークルが出現するんだ。最初はいたずらかと思ってたけど、世界中で同じような現象が次々と発生していく。ミステリーサークルって、あの作物が綺麗に倒されてできる模様のこと？そうだぜ。で、ニュースでは各地で不可解な出来事が報じられるし、ラジオではこれは宇宙人の仕業かもしれないって騒ぎ始めるんだ。でも、主人公のグラハムはそういうオカルト話を信じないんだよ。元牧師ってことは、信仰のある人だよね？それでも信じないの？それには理由があってな。彼は数年前に妻を事故で亡くして、それ以来、神も運命も信じられなくなってしまったんだ。だから、超常現象なんてなおさら信じるわけがない。なるほど。過去に辛い出来事があったんだね。でも、それが本当に宇宙人の仕業だったら、そうなんだよ。ある晩、子供たちとテレビを見ていたら、ついに宇宙人の姿が映像に捉えられるんだ。そして、徐々に彼らの農場の周囲でも異変が起こり始める。うわ。それ、かなり怖いやつじゃん。しかも、この映画のすごいところは、宇宙人を直接バンバン登場させるんじゃなくて、じわじわとした恐怖を描いてるところなんだ。暗闇の中で物音がしたり、家の外に奇妙な影が映ったり、視覚的にはっきり見えない分、余計に怖いんだよ。心理的な怖さをついてくるんだね。それで、グラハムはどうするの？彼は弟や子供たちと一緒に家に立てこもることを決意する。窓やドアを全部塞いで、ひたすら侵入を防ごうとするんだ。だけど、ついに宇宙人が家の中に侵入してくる。うわぁ、それってもう絶望的じゃない。どうやって戦うの？ここからがこの映画のポイントなんだよ。過去の何気ない出来事が全て繋がって、最後の決断に影響を与えるんだ。伏線回収が見事なラストだから、ぜひ実際に見てほしいぜ。なるほど。この映画、ただの宇宙人パニック映画じゃなくて、主人公の成長とか家族の絆が描かれる物語なんだね。そうなんだぜ。派手な戦闘シーンとかはないけど、心理的な怖さや家族のドラマがしっかり描かれてて、ただの SF スリラーとは違う深みがある作品なんだ。第4位、オーシャンズイレブン。オーシャンズイレブンはクライムエンターテインメント映画だ。監督はスティーブン・ソダーバーグ。主演はジョージ・クルーニー。他にもブラッド・ピット、マット・デイモン、ジュリア・ロバーツっていう超豪華キャストなんだぜ。めちゃくちゃすごいメンバーじゃん。それだけでも見る価値ありそう。そうなんだぜ。ストーリーは、
天才詐欺師ダニー・オーシャンが仲間を集めて、カジノの巨大金庫から1億6000万ドルを盗み出すという痛快な犯罪計画を描いてるんだ。それって普通に考えたら絶対無理じゃない？まあ普通にやったらな。でも、オーシャンたちはただの泥棒じゃなくて、最高のプロフェッショナル集団なんだよ。スリの天才、金庫破りの名人、爆破のスペシャリスト、変装の達人とか、それぞれ得意分野を持った11人が完璧な計画を立てるんだ。なるほど。だから、オーシャンズイレブンなんだね。でも、どうしてカジノを狙うの？実はこのカジノのオーナー、ベネディクトってやつがめちゃくちゃ冷酷な男で、しかもダニーの元妻テスの新しい恋人でもあるんだ。ダニーは金を奪うだけじゃなくて、テスを取り戻そうともしてるんだよ。復讐と恋愛が絡んでるの？それはドラマチック。この映画の面白いところは、ただの復讐劇じゃなくて、スタイリッシュなクライム映画ってことだな。泥棒たちが集まって、ありえないような計画をスマートに実行していくのが最高にかっこいいんだよ。でもカジノの金庫ってめちゃくちゃ厳重なセキュリティがあるでしょ？どうやって盗むの？そこがこの映画の見どころなんだぜ。カジノの警備は鉄壁だけど、彼らは裏をかいて、ハイテクとアナログ技術を駆使して突破していく。例えば、金庫を開けるために電源を落としたり、警備員をうまく誘導したり、偽の映像を流したり。とにかく頭脳戦がすごいんだ。それはハラハラしそう。計画が順調にいくの？まあ、そこは映画だからな。一筋縄ではいかないぜ。予期せぬトラブルが起こったり、仲間の間でちょっとした問題が発生したり。でも、そこをどう乗り切るかが見どころなんだよ。なるほどね。頭脳戦とアクション、そしてちょっとした人間ドラマが詰まってるんだね。そういうことだぜ。しかも、この映画の魅力はストーリーだけじゃなくて、キャストの掛け合いも最高なんだ。ジョージ・クルーニーとブラッド・ピットの軽妙なやりとりや、マット・デイモンのちょっと頼りないけど憎めないキャラが、いい味を出してるんだぜ。そんなにキャラが立ってるんだ。ただのクライム映画じゃなくて、キャラクター映画としても楽しめそう。まさにそれ。そして、映像のスタイリッシュさも魅力の一つだな。ラスベガスの華やかなカジノの雰囲気、緻密に練られた演出、そしてテンポのいいストーリー展開、最後のオチまで含めて、めちゃくちゃ満足度の高い映画なんだぜ。第3位、スパイダーマン。スパイダーマンはアメリカのスーパーヒーロー映画で、監督はサムライミ、主演はトビー・マグワイアだ。この作品がきっかけで、スーパーヒーロー映画のブームが加速したんだぜ。スーパーヒーロー映画のブームの火付け役？そんなに影響の大きい映画だったの？そうだぜ。それまでにもヒーロー映画はあったけど、この映画は圧倒的な CG 技術とストーリーの完成度の高さで、世界中の観客を魅了したんだ。ヒーロー映画って言うと派手なアクションばかりに注目されがちだけど、スパイダーマンは主人公ピーター・パーカーの成長物語としてもすごくよくできてるんだぜ。へえ、スパイダーマンってただの戦うヒーローじゃないんだね。でも、そもそもスパイダーマンってどうやって生まれたの？そこがこの映画の大事な部分なんだよ。主人公のピーター・パーカーは普通の冴えない高校生。だけど、ある日、遺伝子操作された雲に噛まれて、超人的な力を得るんだ。雲に噛まれるだけでヒーローになっちゃうの？まあ普通はそんなこと起こらないけど、そこはアメコミの世界だからな、笑い。ピーターは超人的な身体能力を手に入れて、壁を登ったり、手首から雲の糸を出してビルの間を飛び回ることができるようになるんだ。それってめちゃくちゃかっこいいじゃん。じゃあ最初からヒーローとして活躍するの？いや、それがそう簡単にはいかないんだよ。ピーターは最初、自分の力をお金稼ぎに使おうとするんだ。でも、そのせいで大切な叔父のベンが事件に巻き込まれて殺されてしまうんだ。そんな悲しい展開になるの？そうなんだぜ。そして、叔父が亡くなる前にピーターに言っていた言葉が、この映画のテーマになってるんだ。大いなる力には、大いなる責任が伴うってな。うわ、なんか深い言葉だね。そうなんだよ。この言葉を胸に刻んで、ピーターは自分の力を正しいことのために使おうと決意するんだ。ここから本当のスパイダーマンとしての物語が始まるんだぜ。でも、
ヒーローにはやっぱり敵が必要だよね。この映画ではどんな敵が出てくるの？この映画のヴィランは、グリーンゴブリンだ。本名はノーマン・オズボーンで、大企業オズコープの社長なんだけど、実験の影響で狂気に取り憑かれてしまうんだ。そして、パワードスーツとハイテク武器を駆使して、スパイダーマンと戦うんだぜ。それってかなり強敵じゃない？ああ、グリーンゴブリンはスパイダーマンを心理的にも追い詰めるんだ。特に、ノーマンの息子でピーターの親友でもあるハリー・オズボーンとの関係が物語の大きな鍵になってくる。敵だけじゃなくて、友情とか葛藤も描かれるんだね。そういうことだぜ。スパイダーマンは単なる完全懲悪のヒーロー映画じゃなくて、ピーターの悩みや葛藤、成長がしっかり描かれてるんだ。だからこそ、多くの人に愛されたんだぜ。なるほど。だから今でもスパイダーマンのシリーズは続いてるんだね。第2、モンスターズ、インク。モンスターズインクはピクサーの大ヒット映画だ。モンスターたちが暮らす世界を舞台にしたユニークなストーリーなんだよ。モンスターの世界？なんかちょっと怖そうな感じだけど。いやいや、むしろすごく楽しくて、心温まる映画だぜ。舞台はモンスターたちが暮らす街モンスターズシティ。その中にあるモンスターズインクっていう会社が、子供たちの悲鳴をエネルギーに変えて街を動かしてるんだ。悲鳴をエネルギーに、なんかちょっとブラックな仕事じゃない？まあ、そう思うかもしれないけど、モンスターたちはただ怖がらせてるわけじゃなくて、自分たちの世界を維持するためにやってるんだぜ。しかも、モンスターたちは人間の子供を怖がってるっていうギャップが面白いんだよ。モンスターが子供を怖がるの？そうなんだよ。モンスターたちは人間の子供は毒を持っていて、触ると危険って信じてるんだ。だから、絶対に接触しないようにしてるんだけど、ある日、一人の女の子がモンスターの世界に迷い込んじゃうんだ。うわ、それって大騒ぎになりそう。まさにその通り、主人公のサリーと相棒のマイクは、こっそりその子を人間の世界に戻そうとするんだけど、バレたら大問題になるんだぜ。しかも、会社の上層部や悪いモンスターたちが、女の子を利用しようとする陰謀を企んでるんだ。それって結構シリアスな展開じゃない？そうなんだよ。でも、この映画のすごいところは、そんなシリアスな部分もありつつ、笑いあり、感動ありのストーリーになってるところなんだぜ。なるほどね。でも、サリーとマイクってどんなキャラなの？サリーは青くて大きなモンスターで、会社のトップスカーレーター、怖がらせ屋なんだ。でも、本当はすごく優しくて、女の子に対して父親みたいな愛情を持つようになるんだぜ。でっかいけど心優しいって、なんか良いキャラだね。だろ？そして、相棒のマイクは小さな緑色の一つ目モンスターで、めちゃくちゃおしゃべり、ユーモア担当って感じで、映画のコメディ要素になってるんだ。サリーとマイク、対照的なコンビなんだね。そうなんだぜ。二人の掛け合いが楽しくて、テンポのいい会話が魅力的なんだ。そして、女の子はサリーに懐いてブーって呼ばれるようになるんだけど、彼女の純粋な存在が、モンスターたちの価値観を変えていくんだよ。価値観が変わるってどういうこと？実は、モンスターズインクの悲鳴エネルギーよりも、子供の笑い声の方がはるかに強いエネルギーを生み出せるってことが判明するんだ。それで、最後には怖がらせるんじゃなくて、笑わせる会社に生まれ変わるんだよ。すごい。ただのモンスター映画じゃなくて、社会のあり方とか価値観の転換を描いた作品でもあるんだね。そうなんだぜ。それに、CG アニメのクオリティも当時としては最先端で、サリーの毛並みとか動きのリアルさはめちゃくちゃ評価されたんだ。ストーリーも深いし、映像もすごいし、ピクサーの本気が伝わる映画だね。第1、ロード・オブ・ザ・リング。ロード・オブ・ザ・リングは J.R.R. トールキンの名作小説を原作にした壮大なファンタジー映画だぜ。すごい話題になった作品だよね。でも、どんなストーリーなの？物語の舞台は中津国ミドルアースっていう架空の世界だ。そこにある唯一の指輪っていう邪悪な力を秘めた指輪が、世界を支配しようとする闇の王サウロンの手に渡るのを防ぐために、9人の仲間たちが旅に出るんだ。指輪がそんなにヤバいものなの？そうなんだぜ。
持っているだけで持ち主の心を蝕んで、最終的にはサウロンの支配下に置かれてしまう。でも、その指輪を破壊する唯一の方法は、滅びの山の河口に投げ込むこと。だから、主人公のフロドは指輪を捨てる旅に出るんだよ。主人公のフロドって普通のホビットでしょ？そんな危険な旅に出て大丈夫なの？それがこの映画の面白いところなんだぜ。フロドは確かに普通のホビットで戦う力もない。でも、彼の勇気と仲間たちの助けが、この壮大な冒険を可能にするんだ。なるほどね。でも、仲間ってどんなメンバーなの？フロドを支えるのは、旅の仲間と呼ばれる9人だ。まず、剣の達人で未来の王アラゴルン、エルフの弓使いレゴラス、ドワーフの戦士ギムリ、そして強力な魔法使いガンダルフだぜ。エルフとかドワーフとか、ファンタジー要素満載だね。そうなんだよ。彼ら以外にも、フロドの幼馴染であり最大の支えとなるサム、そして旅の最中で成長していくメリーとピピンがいる。この9人が旅を続けながら、指輪の力を狙う敵たちと戦っていくんだ。かなって、どんな奴らがいるの？まず、一番恐ろしいのが指輪の元の持ち主、闇の王サウロンだ。彼自身は滅びかけているけど、指輪の力を完全に取り戻せば復活して世界を支配できる。そして、その手下として指輪の勇気なずぐる、怪物みたいなオーク軍団がフロドたちを追い詰めるんだ。うわぁ、そんな強敵に狙われながら旅をするなんて、めちゃくちゃ大変そう。ああ、それに指輪の魔力がフロドの心を少しずつ蝕んでいくんだ。だから彼は戦いだけじゃなくて、自分自身とも戦わなきゃならないんだよ。ただの冒険じゃなくて、心理的にもハードな旅なんだね。そういうことだぜ。映像美や戦闘シーンの迫力もすごいけど、この映画の一番の魅力は、仲間たちの絆とフロドの成長が丁寧に描かれているところだな。確かに、普通のホビットが世界を救うために戦うって、めちゃくちゃドラマチックだね。しかも、この映画は3部作で構成されていて、第1作目、旅の仲間の後に、2つの塔、2002年、王の帰還、2003年と続いていくんだ。シリーズを通してみると、さらに感動が深まるぜ。総評、まとめ。いやー、2002年公開の映画を振り返ってみたけど、どれもすごい作品ばかりだったね。だろ？アニメ、アクション、ファンタジー、SF、コメディまで、いろんなジャンルの名作が揃ってて、映画界にとっても特別な年だったんだぜ。特に、ロード・オブ・ザ・リングや、スパイダーマンみたいなシリーズ作品は、今でも続いてたり、新作が作られたりしてるもんね。そうなんだよ。この年に生まれた作品が、今でも映画業界に影響を与えてるんだぜ。それに、モンスターズ・インクみたいにピクサーの代表作になった映画もあるし、オーシャンズ・イレブンみたいに豪華キャストで何度も見たくなる作品もある。それに、日本のアニメ映画も負けてなかったよね。猫の恩返しや、名探偵コナンベイカー街の亡霊は今見ても楽しめるし、独特の世界観が魅力的だった。そうそう。それに、少林サッカーみたいなぶっ飛んだ映画もあれば、アイアムサムみたいに感動するヒューマンドラマもあった。2002年はバラエティ豊かで、どんな人でも楽しめる映画が揃ってる年だったんだぜ。確かに、アクションが好きな人も、感動したい人も、笑いたい人も、自分にぴったりの作品が見つかる年だったかも。そういうことだぜ。映画って、その時代の技術や流行も反映されるから、昔の作品を振り返ると、当時の雰囲気まで感じられるんだよな。なるほどね。じゃあ、今回紹介した映画の中で、私も改めて見てみようかな。いいじゃないか。名作は時代を超えて楽しめるものだぜ。もし気になる映画があったら、ぜひチェックしてみてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。